効率を極めるためにデスク環境に様々な工夫を施してきました。今回は僕の作業場についてご紹介していきたいと思います。僕のこのデスクは個室ではなくリビングの一角の書斎スペースになっています。使用しているデスクはプレダックツのもの、スタジオというモデルを選んでいます。プレダックツは天板裏のレールにモジュールを設置できるワークデスク。本当に様々なモジュールが用意されていて、その拡張性が大きな魅力です。マットホワイトのメラミン化粧板と縁のこのホワイトオークの突板が特徴のこのスタジオというモデル。クリーンな印象なんですが温かみがあって北欧家具のような雰囲気すらあります。まさにリビングの一角の作業スペースにはぴったりですね。デスクの幅は160センチ、作業空間としては十分ですし、多くのモジュールを設置する余地があります。機材が多いんですが、部屋全体にできるだけ馴染ませたいという僕の理想の作業空間はプレダックツだからこそ実現できています。そのデスクに合わせているチェアが国用のイングライフ。僕が今までいろんなオフィスチェアに座ってきて、一番自分の体に合っていると感じた椅子です。座ってみると驚くのはその安定感のなさです。これは悪い意味ではなくバランスボールの上に座っているような感覚になります。普通の椅子とは異なり自分の体の動きにくっついてくるような椅子なので同じ姿勢で固まることがないんですね。これが座っていても姿勢によって体がガチガチになるみたいなことを防いでくれます。見た目の印象もかなり気に入っていますね。このウッドのトーンとアクセントにはなるけど馴染みもいいこのカラーリング、丸みを帯びた有機的なフォルムも好きです。このデスクの縁と背もたれはウッドのトーンがかなり近いのでデスク全体に統一感がありますね。でそれとさらに合わせているのがこのデスクシェルフのウッド。デスクと同様プレダックツのダッシュボードアトリエというモデルです。厳密には木材自体は違うんですが、かなりトーンが近いので結構一体感があります。デスク同様裏面にはレールがあるので、ここに様々なモジュールを付けられるんですね。デスクシェルフ自体に機能的なメリットはそんなに多くなくて、上や下に置くものの定位置を決められるのでちょっとごちゃついた印象回避できたりだとか、あとはデスク全体に立体感が生まれて印象がちょっとリッチになるという、機能的というよりは情緒的な価値がメインでしょうか。ただ手元で様々な機材をアクセスしやすくできるというのは間違いないメリットなので、これについては後ほど触れていきたいと思います。デスクのメインのディスプレイは Apple のスタジオディスプレイ2022年版です。もちろん 5K のレティーナディスプレイだとか、Apple 製品同士の組み合わせによるスムーズなコントロールとか、そういったメリットはあるんですが、やっぱりデスクの中ですごく印象をスッキリとさせてくれますね。やっぱりこのディスプレイ単体でのこの見た目の印象がすごく好きですね。なかなかここまで置いておきたいようなモニターっていうのはそう多くないと思います。加えるならカメラやスピーカー、マイクも内蔵しているので、ウェブカメラみたいなものを追加で置かずに成立するというのも見た目の印象にプラスの効果があるかなと思います。高さと傾きを調整できるスタンドのモデルを選びました。今後モジュールによってディスプレイの位置をちょっと変えざるを得なくなった時に十分対応できますし、見た目の印象も個人的には一番好きですね。ただこの1画面でずっとやろうと思っていたんですが、最近は AI によってそうもいかなくなりました。そんなわけで下に置き始めたのがこのエスプレッソライトというモバイルディスプレイです。何よりこのポップなカラーリングがすごく可愛いですよね。裏面は樹脂製でもう本当にオレンジ。ディスプレイを前にしても縁部分がオレンジになるので、このくらいのちょうどいいアクセントが気に入っています。メインの作業はスタジオディスプレイで、ただサブのディスプレイで同時に AI をいろいろと動かすことが多くなってきたので、ここにクロードとか、あとはタスク管理ツールなど、そもそもこのクロードで作った自分のソフトみたいなものを置いています。このエスプレッソライトは純正のスタンドではなくデスクシェルフにマウントできるようにこの専用のモジュールみたいなものを自分で作りました。 3D プリンターで作ったんですが、これも AI によってもう喋るだけでこのモジュールを完成させました。 3D のデータが素人でも扱えるなかなかすごい時代ですね。このディスプレイが浮いたことによって全体的にも少し印象が軽くなったかなとも思います。USB-C ケーブル1本でつながるので L 字のケーブルによってさらにミニマムな印象になるように心がけています。
横には L 型のストリームデックプラスというデバイスを置いています。通常このデバイスは、配信者の方とか VTuber の方がキーボードのショートカットを使わずにリアルタイムで表情を変えたりだとか設定されたアクションをするっていう作業に向いているデバイスなんですが、最近はこれをクロードコードをコントロールするために使うことが、結構ね流行っているんですよね。エージェントデックと呼ばれるシステムになります。 AI に許可とか確認指示を求められた時に物理的なボタンで応答することができます。これ要は、これによって例えばメインのディスプレイでの作業を中断することなく、空いた左手でカチカチと直感的に操作ができるんですね。ディスプレイ付きのボタンなので状況に応じて様々なボタンを用意してくれます。これは僕はまだ使いこなしきれてはいない実感なので、いろいろと試しながらまた単体で動画を出したいなと思っています。このストリームデックプラスはクランプガジェットアームというモジュールでシェルフに固定しています。デスクから浮かせつつ、好きな位置に固定ができるんですね。反対側にはコンデンサーマイクです。 AKG のマイクを使っているんですが、リグガジェットアームによってこれもシェルフにマウントしています。これ使わない時にはシェルフ側に寄せておいて、使う時だけ引っ張り出せるんですね。引っ張り出すといってもそんなに手元に来るわけではないので、マイクほとんど使うシーンがない人向きの固定方法にはなっています。使う時には使うから必要なんだけど、月に 1,2 回しか使わないので、できるだけ見た目の印象を優先させたかったんですよね。僕はモニターもそうですが、アームがあんまり好きではなくて、アームまみれになると歯医者さんみたいな印象があるんですよね。これが苦手なので、できるだけそうならないような工夫を施しています。マイクの位置がコロコロ変わっても対応できるように、接続にはこのコイル型のケーブルを使っています。モバイルディスプレイ同様オレンジ色がアクセントです。その横の iPhone は Apple 純正のマグセーフの充電器をマグネットガジェットアームに固定しています。これも同じ機構で自分の好きな位置にスマホを持ってこれるので、充電しつつ何かスマホの画面で確認したいこともディスプレイの作業と同じぐらいの位置で確認ができます。充電できるので横向きにすれば時計としても使用ができます。デスクの端っこにちょこんとつけているのが Apple Watch の充電器。これもプレダクツの専用マウントによって固定しています。アルミの削り出しのボディがかっこいいですよね。AirPods や Apple Watch をここに置いて充電しています。そして Mac mini。これは僕のメインマシンではなくて AI 用のマシンです。本当に AI サーバーのような形で僕は使っていて、自分で作った AI 系のツールの、元のファイルとかをここに入れていたりとか、クロードコードでの作業を自分の PC ではなくこの Mac mini を選ぶことによって、動画編集などの重い作業と AI での処理を並行して行えるんですね。感覚としては本当に一人また人を雇っているような感覚です。なのでこの Mac mini 自体はディスプレイなどには接続せず、ただひたすら電源を供給して24時間働き続けてくれています。ワイヤレスの画面共有によって、たまにコントロールをするというくらいですね。プレダクツのダッシュボードにぴったりとはまるこの感じが気持ちいいです。シェルフの上にはスピーカーを置いています。カントオーディオのオラというスピーカーです。この見た目の印象がやっぱりすごいいいですよね。通常スピーカーってデザインとか、あとブランドロゴの主張が激しかったりするんですが、このかなりミニマルな印象がとても気に入っています。音は癖のないフラットな音色なんですが、このオラの魅力はこのコンパクトなサイズのスピーカーでありながらサブウーファーをつけられることだと思います。横にちょこんと置いているこのカラフルなボトルは 3D プリンターで作ったものです。よく飲む、サプリメント、僕の場合はクレアチンとかなんですが、これをこのボトルに入れて使っています。薬とか、サプリとかって生活感がすごく出るので、できればしまっておきたいんですが、ただしまうともう忘れて飲まなくなるんですよね。ちょうどいいバランスを探して、これに行き着きました。アクセントカラーになりつつ、目に入ったら忘れてたというような、飲み忘れを回避できるのが結構ちょうどいいですね。その奥にあるテープカッターは永瀬二郎さんの作品、もはや彫刻として置いている感じです。アルミの板を本当に曲げましたというような、かなりこの武骨な印象がすごく好きですね。
こういった金属系のアイテムはシルバーで統一するように心がけています。反対に置いてあるデスクライトもこのアルミ製のもので、無印良品のヴィンテージのものです。30年前くらいのモデルなんですが、そうはなかなか感じさせないですよね。ちょっとインダストリアルな印象もありつつ、比較的大柄で角度を様々に調節することができます。シンプルな雰囲気なので、無印良品と言われて納得はするんですけど、でもちょっとどこか目に引っかかるようなインダストリアルな印象がすごく好きです。電気はスイッチボットのものに変えているので、声とかスマホで操作ができるほか、色温度や明るさも自分の好みに調節することができます。ちなみに入力デバイスは結局 Apple 純正のマジックキーボードとトラックパッドを使っています。分割キーボードとかを使うこともあるんですけど、部屋の一角にデスクを置いていると、例えば家事の途中でささっと PC を操作したい時にトラックパッドで直感的にいじれたりだとか、ログインの時にタッチ ID が使えたりだとか、なんだかんだ純正の恩恵に預かることは多いんですよね。なので、常駐させているのはこのデバイスたちです。プレダクツのデスクはフレキシスポットの足を使っているので、昇降デスクとして立って作業することができます。腰痛持ちの僕はもう昇降機能が必須になってしまいました。プレダクツのデスクの真骨頂はこのデスクの裏面のレールです。最近はここにつけるモジュールの数が本当に増えました。もう定番の一つとして前からつけているのはこのドロワー3という引き出しのユニットです。箱みたいな見た目がすごく好きなんですが、3段の引き出しにはそれぞれ、日用品を結構入れています。よく取り出す文房具や雑貨を1段目に、そこまでの頻度ではないけど結構使うものを2段目に。これら2段に関してはグリッドフィニティという 3D プリンターのシステムを使っています。マスのようなものを引き出しの中に敷き詰めるような形で引き出しの中を整理することができます。このドロワー3とデスク本体のこの間の部分に僕はメインマシンである MacBook Air を置いています。M3 モデルです。もう限界です。外で作業することも多いんですが、このクラムシェルによって外でやった作業をそのまま引き継いでデスクで行うことができます。現状この MacBook には2本のケーブルを挿していて、1本は先ほど紹介したサブディスプレイのエスプレッソライトにつなげています。これどうやら単体で接続しなければいけなさそうで、今はこの状態になっていますね。もう1本はサンダーボルトケーブルをアンカーのサンダーボルト3ドックにつけています。このドックからケーブルを生やして他の様々なガジェットにつないでいるので、ある種このデスク環境のメインのハブになっています。扱うデバイスが増えたので、この裏面のポート類はほぼほぼ埋まってきていますね。前面でよく使うのはこの SD カードスロット、カメラからのデータを取り込んだりだとか、あとはイヤホンジャックで有線のイヤホンを挿して動画編集をすることが多いです。ガジェットクランプというクランプ型のモジュールを使ってデスクに固定しています。その横にはオリジナルの充電ユニット、オールテックの肩巻きケーブルという、巻き取り式のケーブルを3つ並べて3台同時に充電することができるような構造にしています。オリジナルは、モノグラフ堀口さんが設計したケルベロスなんですが、これをプレダクツのデスクにネジでマウントできるようにしつつ、充電器なども全てホールドできるようにちょっと改変を加えています。これも最近紹介したクロードコードによって改造を施している形です。デバイスはほぼ全て USB-C なので、ここで充電を行えてしまいます。3台同時充電は、僕のガジェットの量だとちょうどいいくらいですね。同じく 3D プリンターで作ったモジュールがもう一つ、このティッシュボックスです。ティッシュというともう生活感の権化のような存在で、できるだけ視界から消したいのですが、結局デスクの裏面に落ち着きました。これもネジによってレールに固定しています。奥の方に置いているんですが、もう慣れてくるとノールックでティッシュを取れますね。こちらはナッシングのヘッドホン1です。外で使うことも多いんですが、部屋の中で使うときには有線で接続して、長時間の動画編集でも耳があまり疲れなくならないよう、痛くならないようにしている形です。デスク脇には、よく使うバッグ、僕の場合はナップザックをここに置いています。なんだかんだ
外出先で作業してここでも作業するというようなシームレスな環境づくりにおいて荷物をさっと取れたりしまったりできるのは結構便利です。バックハンガーという専用のモジュールをつけています。何よりもこのデスクにおいて重要なモジュールがこのメッシュケーブルホルダーです。デスク周りの配線は全てこの中に押し込んでいて、昇降デスクだと特にごちゃつきやすい中でクリーンな印象を維持してくれているのは間違いなくこのモジュールのおかげです。中は地獄です。エレコムの電源タップと、とにかく余分ができたケーブルは全てこの中に入れ込んでいる関係で、もう二度と触りたくない雰囲気すらあります。モジュールが多いのでね、このくらいのケーブルが出てくるのは当然っちゃ当然です。こうして僕はデスク全体の雰囲気をできるだけリビングに馴染ませるように心がけています。以上が僕のデスク環境です。かなり作業環境として、見た目にも機能的にも十分な環境が構築できているように感じます。結構こまめにアップデートしているので、過去のデスク環境の動画を見ていただくとその変化が面白いかもしれません。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せているので、ぜひ合わせて見てみてください。チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみけでした。では。